Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Yeah. Hello everybody, welcome to Downtime with Ken. Downtime with Ken へようこそ。この番組は原宿にあるアティックスタジオでいつも収録させてもらってるんですけども、今回はそのアティックスタジオのレコーディングエンジニア、そしてクリーブのボーカル、そしてダウンタイムでいつもお世話になっている大平さんがゲストとして来てくれました。今日はよろしくお願いします。Relax, sit back. というわけで、はい。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。最初に、自己紹介の方をお願いしてもいいですか？はい。お願いします。クリーブというバンドをやっております。そしてこのスタジオ、アティックスタジオのオーナーです。山中大平です。お願いします。よろしくお願いします。山中さん的にそのレコーディングエンジニアとしてのその仕事というか、なんですかね、まあなんかちょっと難しいんだけど、エンジニアっつうのとなんかまあどうなのね、エンジニアの中で幅が広いのかな。なんか自分たちの曲に客観的にとやかく言ってくれる人と、まあ単純に撮ってくれる人、もう本当バンド側とかアーティスト側が思い描いたものをすんなり撮ってくれる人と、俺みたいにすんなりいやいけてねえとか言ってなんか帰ろうみたいなチェンジとか言って言っちゃうような人といるかなみたいな。でその中で、山中さんは結構自分のイメージだとバンドとこう距離が近いというか、まあそうだね。それはレコーディングするときにどんなバンドでも、なるべくそのレコーディングの間で、こうバイブズみたいのを、一緒にするっていうのはこう意識してることなんですか？そうだね。ピンポンだって玄関入ってきたらまず3秒でキスするからね。やられたな俺たちもな。レコーディング自体はどういうのがきっかけで始めたんですか？まあもう単純だよ。自分のバンドのデモ作るのに、うちにメンバーがもうそういうの持ってるやつがいて、でじゃあやってみようみたいな。でそいつその時はそいつはまだでその時のバンドにいなかったんだよ。まあ音取ってなんかすごいね、でっかい MTR にねマイクいっぱい挿して、で撮ってそれをねパソコンでねこう操作してやってたのよ。何これみたいな。音って波形になんのみたいな。その時すげえ初めて知って、そうでね、その前に自分でなんかラジカセとかつないでちょっとやってみたことはあったんだよ。なんか音作りって面白いなみたいないう興味あったんだけど、なんかそういうことができるっつって、これも超自由じゃんみたいな思って、そっからなんか自分で始めて、なんかもういつの間にか今に至るみたいな感じなんだよね。そしたらなんかこう噂が広まるのって早いなっていうか、いろんな人がなんかこうちょっとうちもやってみたいみたいな。じゃあもう口コミなんですね、最初は。口コミ。すごい。それはもう今もそうだけどホームページとかないからないですよ。作ってくださいよ。誰でもこうアディックにメールしてレコーディングってしてもらえるものなんですか？誰でもするよ。誰でもしますよ。ちょっとわからないとこというか、いろいろ言われるんですよ。アティックスタジオでレコーディングしたいんですけど、どうする、どうなんかありますかみたいな、俺が YouTube で拾ってきて送ってあげて、こういう撮ってるよっつって、でメールアドレスあげてるんで。でもメールアドレスはあるんだよ。ありますね。そう、ホームページのそのアドレスもある。今多分どっかに、今載ってます。この画面どっかに。うわ、それもう2つ入れなきゃいけない。おいクソいいじゃないですか、もう編集が。こっちとあっちとそれこっち。最初の音源がないと撮ってくれないとか。なんかね、そこちょっとねグレーラインで、なんつったらいいかな。音源とかなくていいんだけど、なんかね、やっぱ人にこういうバンドなんですっていうのを説明することっていうのは誰もが必要なことだと思うね。そうだから何にもなしっていうよりは、スタジオの天井のマイクでちょっと撮ってみたとか、そういうちょっと一つなんつ全体像が分かるようなものがあるとすげえいいから、ちょっとすげえリアルなこと言っちゃったけどで音質なんて関係ないけど、音質は俺がよくする、俺の仕事だから、それは俺の仕事だ、でこのアティックスタジオができたのっていつでしたっけ？2012年ですね。2012年
4年前あ、そうだ、俺たちがここ最で初なんだよ。レコーディングした時に最初なんだよ。すげえんだよ。7インチですよね。そうそうで、一番最初の作業、ソファーと椅子を組み立てるっていう。そう。んでね、プロツールスも入ってねえからなんかね、壁に穴だけ開いてたから、それまで持ってたなんかすげえ卓録セットみたいなやつをなんか使ってやるんだけど、すごいな、そう考えると。確か向こうにカメラついてなかったんだよね。ああ、なかったでしたね。お前の顔がマジ見えねえみたいななんか聞こえてくる声だけを頼りに、あ、すげえいいよとか言ってもっとセクシーにやろうかとか言って、だからハーネームとかビフォーとか、あとはクリスタルレイクとか、ちょっとメタルが多いけどね、メタルが多いけど、でもクリームも撮ってるし、フォーアリズムも撮ったし、あ、そうですね。そう。あと最近だったらシャドウズの、これから発売になる CD も撮ったし、あとは、面白いのが YouTuber のタイポンっていう、人がやってる、Seize the Day ってバンドも撮りましたね。一番ダメだったなってことじゃなくて、トータルでエンジニアとして、大平さん的に、過酷だったレコーディングってなんか思い浮かぶのあります？過酷あるよ過酷あるよ昔ね、レスポンス・トゥ・ヘイト・エレメントっていうバンドがいて、でその時は俺まだ出張っつうか機材をスタジオとかにリハスタとかに持ってってやってたんだけど、その時になんかね、ミックスするのにうちのスピーカーじゃちょっとわからんみたいな、でスタジオにあるちゃんとしたやつで撮ろうっつって、ミックスしようっつって、何時間やったんだっけな、なんかね、前日のね昼間から入って終わったのがね、次の日の夕方ぐらい。うわ30時間ぐらいそこにこもってたんだよね。でそのまんまそれ池袋だったんだけど、そのまんまリハなしでクリーブ池袋のマンホールでライブやったんだよ。一睡もしてないってことですか？一睡もしてなかったね。やばー、それをやったっていう事実しか覚えてなくて、そうじゃね、もう中身が何だったかもう忘れたね。そりゃそうだ。でも倒れなかっただけマジっすよね、それ。そういうの繰り返してたらなんかね、耳壊してねぶっ倒れちゃったんだよ。そうですよねエンジニアやられてて、こう憧れているレコーディングエンジニアって誰かいます？いますよ。クリス・ロード・アルジさんですね。これはね、すごいミーハーな話だけれども、自分の好きなバンドがやっぱ自分の好きなレコードでその人がミックスしてたんだよね。でもそのエンジニアっていうのはミックスエンジニアなんだけど、そうミックスマスターっていうか、俺の好きなライズ・アゲンストの、最近の、CD だったりとか、あとはグリーンデーとかボンジョビーとか、そういう感じの、でいろんなジャンルの人をやってる。もうなんつったらいいかな、ほんとヒップホップもやってるし、そう、ロックもやるし、パンクもやるし、メタルもやるし、俺はね、やっぱメロディックハードコア、一応クリープはメロディックハードコアみたいな、ジャンルで区切るとすればマッチ・ザ・セイムってバンド、とドッグウッドってバンドと、あとライズ・アゲンスト、その辺はすげえもうトップ3みたいな。サークル EP で影響されたのは、ここブリンク色がその山中さん的にあるんだよねって言った時に、あ、ブリンク好きなんだってなったんですよ俺。ブリンク超好きだよしかもサークル EP にブリンクの影響入ってるって聞いた時に驚いて、どういうところがそのソングライティングしてて、そういうポップパンクというか、どういうところって言われるとなんか難しいね。なんかどこに最終的にもう完成されちゃうと、どこにそれ使ったっけみたいな、いうのは忘れちゃうんだけど、でもね、なんだろうね、結構リードの感じとかリードギターの感じとかっていうのは法則だったりみたいないうところは結構ブリンクとかそういうとこから探すから、探すっつうのはおかしいけど、クリーブがカバーするって言ってオアシスって、やられたって感じだったんですけど、いや俺はみたいになった。その OK が出て OK 出てみたいになった。原曲にはない、ギャングボーカルというか、みんなが声を入れるやつ、あれね、あれはもう最初からやろうと思ってた。あのパートでですか？そうあのパートと、あとはあれなんか途中のさ2番の、バースウェーってとこがあるのね。ギターが入って、そうあそこのそのギターのチョーキングをシンガロングするっていうのをすげえやりたくて、そうこれはね、タイトルファイトが来た時になんかみんなでカラオケ行ったんだよね。その時にあの曲をみんな歌って、
でなんか知んねえけどギターのチョーキングまでシンガロングしてたんだよ。あこれなんだみたいな。そうで次の CD の目標はギターのリフをシンガロングみたいな。これはもう ACDC だよね。もう ACDC デレレデレレってみんな歌ってんだよね。デレレレレレとか言って歌ってんだよスタジアムが。狂ってるでしょ。サンダーストラックやってほしいっすねそれ。デレレ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 言うからね。やばいよね。サークルっていう曲自体は実はね、1時間ぐらいでできた。おお短いですね。そうなんかね、これだわーっつって、でそこに至るまでに30-40曲ボツにしたのかな。はいはいはい。なんか結構作って、でレコーディングっつったらおかしいけど、デモってちゃんと撮って聴ける形にして。それ全部ドラムとかも入れてる？入ってる。40曲40曲ぐらい入ってる。そう全部ボツにして、もう俺の途中経過だから使いたくないみたいな。はいはいはい。そうでいろいろやり直すんだけどうまくいかないみたいな。あーっつって、でもなんか力抜いた時になんかファーって弾いてたら、あできたみたいな。わかる。そう幸せますそれ。あできた、これできてんの、そこでできてるねみたいな。心配になりますね1秒で。そうこれ大丈夫かなみたいな。で今まですごい時間かかってボツにしてんのにできちゃっていいのかなあれみたいな。多分、一番のギャップが、大平さんの歌詞と、大平さんのキャラなんですよ。歌詞についてちょっと、聞きたいなと思って。いいですよ。そう、サークル EP、多分歌詞も載ってるということでオンラインですけど、サークルっていう曲は、どういう、こう、なんだろうな、多分結構壮大な感じがするんですよ。大きな話を別にまとめようとしてるわけではなくて、こういう提示してるだけというか、ちょっとね変な考えかもしんないけど、なんかね集団リンチとかってあるじゃん。はい、すげえわかりやすく言うと集団リンチなんだよね。なんかね恐ろしい聞こえるかもしんないけど、その輪っかの中では一歩も動けなくってみたいな。でその輪っか自体はすごいトゲトゲしくて、もう有刺鉄線のように抜けようとすれば怪我するみたいな、それをどう抜け出してなんか進んでいくかみたいないうことなんだよね。はい。でも歌詞でその具体的な例とか出しちゃうと、俺もあんま好きじゃないんで、それぐらいこう、サークルっていう名前だけ、もう EP 全体もそういうことなんですかね。なんつったらいいかな。俺がね集団認知っつったのはこれが世の中だろうなと思ったんだよね。要はなんつうの、周りには自分より強い存在がすげえいて、でなんかなんつったらいいかな、それに阻まれて自分が身動き取れないみたいな瞬間っていうのは多分あると思うんだよね。俺はすげえあって、で同じ思いしてる人も多分いると思うんだよ。ただそれって自分がそう見えるだけであって、実は超えられるものだったりとか、自分もなんつうの、多分その中で自分もその有刺鉄線の輪の一部になっちゃう人もいるとは思うんだけど、貫いてその輪っかから抜け出すってことは絶対できるから頑張ろうよみたいないう話。その輪の壁自体の高さは自分でちょっと作っちゃってる。そう、じゃあもう最後にちょっと聞きたいんですけども、思い出に残ってる行ったライブだったり買ったマーチって何かあります？高校3年生の時にね、ペニーワイズをコピーしてて、でやってて、でペニーワイズ来たっつってライブ見に行ったのね。もう俺とベースの榎本とギターの鎌田で見に行って、でクラブチッタだったんだけど、その時に見に行って、で一番前でイエーイっつってでやってたら、なんかねファックオーソリティっていう曲のイントロが始まったのよ。ダダダダダダダイエーイっつってなって、でその時それをちょうどコピーしてたのよ。だから俺歌えるみたいな、俺歌えるっつってすげえボーカルのジムにアピールしてたら、手取ってくれてステージ引き上げてくれて、一番全部歌っちゃったんだよね。やば。生ペニーワイズで。そうでマーチ自体はそのライブ、マーチ自体は同じ時期に、そこのライブで買ってないんだけど、俺のねよくね入り浸ってたね、ロックショップがあって、スモーキーモンキーっていうお店があって、そこでいろんな人と出会ったんだよ。トータルファットとかバルブドライブとかいろんな人と、今の先輩たちと出会って、そういう店があって、みんなのたまり場だったんで、そこに1枚だけペニーワイズの、その時俺
着れなかったんだけどでかすぎて、なんかねまあここに PW のロゴがあって背中にブローヒムってもうその伝説的な曲の歌詞が全部ブワーって書いてあるやつがあって、それがね一番思い出のマーチなんだけど、なんか買って以来見てない買って以来でそのでよくあるんだよねそういやあれどこ行ったかなっつって今この話で思い出したけど、ないなみたいなない今日はありがとうございました。ありがとうございました今回のゲストは大平さんでした。お騒がせいたしましたありがとうございましたうっすイエーイありがとうありがとうございます。ありがとうございます。